日は、決別です。年末年始ですね。決別はこの時期のおみくじが好きです。どんな結果が出るかワクワクです。でも、1回につき100円払うのはなんだか高い気がします。そこで今回は、簡単なおみくじを作っていきます。自分で作れば無料でいくらでも引けちゃいますから。まず、おみくじを作るにあたって必要になってくるものって何だと思いますか？そう、おみくじの結果ですよね。大吉、中吉、小吉。それぞれの運勢に合わせたメッセージも、女子小学生がときめくような結果が出たら面白そうですね。そして、次に大切になってくるのが、確率。何度おみくじを引いても今日しか出なかったら気分悪いですよね。そうならないように、何%の確率でどんな運勢が出てくるかも決める必要がありますね。このことを頭に入れて作っていきます。ボタンを押したらおみくじの結果が表示される簡単なものを作っていきましょう。まずはパーツを出します。スタジオを立ち上げるのが久しぶりだし UI のデザインも変わっていて、ちょっと手間取っちゃいますね。ご了承ください。固定もしっかりします。パーツにはボタンと名付けておきました。ボタンの中にクリックが検知できるようになるクリックデテクターを入れます。スクリプトも入れて、準備万端です。スクリプトを書いていきます。まず、どれくらいの確率で何の運勢が出てくるかを考えましょう。ここでは、大吉は 5%、中吉は 25%、吉は 35%、小吉は 15%、末吉は 15%、今日は 5% の確率で出てくるようにします。確率通りに結果を出すために、ランダムというものを使っていきます。このように書くと1から100の中から数字をランダムに1つ選ぶ、という意味になります。100本のくじから1本引くのと一緒ですね。どの数字が出たらどの運勢になるかを決めるため、各運勢に番号を割り振っていきます。大吉は1から5、中吉は6から30、吉は31から65、小吉は66から80、末吉は81から95、96から100は今日とします。if 関数を使い、どの運勢を出すのか決める部分を書きます。もし、選ばれた数字が5以下の場合運勢は大吉。もし、選ばれた数字が6以上30以下の場合運勢は中吉。という感じで、表を参考に書いていきます。このままではゲーム上では何も起こりません。運勢大吉、というように、パーツから吹き出しを出してプレイヤーに運勢を伝えるようにしましょう。ローカルでボタンの場所を書き、こう書くことで、吹き出しが出るようになります。こんな感じになりました。早速テストしてみましょう。何か様子がおかしいですね。私としたことが、ボタンをクリックしたことを感知するために必要な文を書き忘れていました。まずローカルにクリックデテクターの場所について書き、ローカルファンクションで if 関数の文を囲みます。エンドもお忘れなく、一番最後に、クリックを検知した時に、ローカルファンクションで囲った部分を実行するように書きます。テストしてみましょう。出ました。出ましたわよ。問題も特になく、確率通りに運勢が出ているっぽいですね。ここまで来ればもうほとんど終わりですが、このままだと物足りないので、さらにメッセージを付け足そうと思います。付け足し方はとても簡単。まず3秒の待ち時間を書き、その後に、if 関数をコピペ。吹き出しの文章を変えます。エンドの位置に注意。
これで完了。運勢のメッセージが表示された3秒後に、ラッキーアイテムを教えてもらえるようにしました。さて、うまくいったのでしょうか？うまくいきました。ただ、このままの状態で連打してしまうと、大変なことになっちゃうんですよね。連打できないようにしましょう。ボタンがクリックされた直後に、クリックデテクターのマックスアクティベーションディスタンスという設定を0に変更します。これはどれくらい近づいたら押せるかを決める設定です。値を0にすることで押せなくなるんです。おみくじが終わったら、それをデフォルトの値である32に戻します。これでボタンを連打することができなくなったはずです。さて、試してみましょう。連打しても、連続して実行されないようになりましたね。これでおみくじシステムは完成です。お疲れ様でした。スクリプトは概要欄のリンク先に載せているのでぜひご覧ください。運勢によって、何らかのイベントが起こると面白そうですね。ぜひ、オリジナリティ溢れる自分だけのくじを作ってみてください。かんわいい。ご視聴ありがとうございました。